おえイカやイカやでおい。かわいいかわいいぞこれ。かわいいかわいいねこれ。釣れたよなんか。釣れたぜおい。ほら原作来た。このエリアでアオリイカっていうのはなかなかね、僕らがエギング始めた時っていうのはほぼね聞かなかったんですけど、房総より北っていうのはね聞かなかったんですけど、もう今はこの海がもう20年25年前とはこうガラッと変わっちゃって、秋田北海道まで春イカが釣れるような状態になっちゃいましたね。いいのか悪いのか、まあその分なんか南のエリアのイカもなんとなく変わってきてるような気がするんですよね。そこもちょっとだから心配するところではあるんですよね。なんかこう絶妙に肩がちっちゃくとかなってきたりね、数が少なくとかなってくるのもまたもって寂しい。その本当に両肩のでかいの釣れるエリアがこうね北の方にぐわっと移動してくる、釣り方も変わってきますよね。今はこの80の LML っていうこのライトの新しい竿でやってるんですけど、このね曲がりがティップが繊細ですごく狙ってるやん。おいったいったいった、よっしゃヒットでヒットでサイト、そうサイトですね。これ釣れるな。もう産卵にがっつりね入ってしまってるかもしれんね。今の状況見てたら藻についてるからね。朝夕は回遊してきてもいいし、こういうところでまだ待っててもなんとなくアクティブに動いてくれるやつはおりそう。おー来た来た来た、やっぱりね。うわーダク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 、うわーすごいやっぱおるね。あ、持っていくんじゃない持っていくんじゃない、持っていった。よっしゃオッケー、よっしゃオッケー、すげえ、めちゃめちゃ元気やん。ついてきたね。いやマジでいい状態。まず1杯目ハッスルナイトで、いやー、うわなんかすごいなんていうのフレッシュやよね。当たり方も含めてブレークについててめっちゃフレッシュ。今のアキイカのような動きやったけどね。だから食うんやよねまだね。もう塩乗ってる。これまだ食うんじゃないかなこれでもいっそずっと打っていったらまだこれなんかちょっと初期っぽいよね。数がほんでもっといそう。これちょっと面白いかもしれないね。今のような釣れ方の個体がまあ本当にどれぐらいいいのかっていうのをちょっと見ときたいところですね。大事ですよね。産卵まとものその個体っていうのはまあ確かに今もうだいぶねがっつり産卵場所入ってるんであるのはあるとは思うんですけど、こういう釣れ方は悪くはないんですね。イカの回遊やん。すげえすげえかわいい。ちっちゃいのの 200g ぐらいの個体ですね。数は結構だからやっぱりいろいろ見るね。へへ面白いですね。これはでもどうやろうな。これはもう産卵意識してたら食わんな。あ、いった。よし行け。よっしゃー、行くわこれ。行く
うわ、やめた。いったっしゃ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 、くた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 、オッケー。ナイスナイス。よっしゃ、ナイス。よっしゃ。これは最高や。いや、いいやつ取ってるっすね。ええとこ見つけるやろ。さすがっすね。よっしゃー。ナイス。よっしゃ、ハッスルライトビーク。いいぜ。ナイス。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。とりあえずは超高1日だけっていう弾丸で来ました。弾丸で来て、まあパラパラっと釣れたかな。状況がある程度こう見て分かったかなと。墨跡もそれなりにねありますし、やっぱそれアオリイカがやっぱこうだいぶ北上してるなっていうイメージを受けましたね。春でね2キロ長くは3キロっていうのを普通に狙っていけるような場所になってきてしまってる。初めての場所、初めてでしたけどね、三陸のアオリイカはちゃんと藻もね本田原も生えてていいですよね。野生の高い本田原もあるんで、ちょっと産卵にはアオリイカの産卵には適するような状況にはねなってますんで、またでもゆっくりと来たいですね。3日ぐらい、せめて3日ぐらい釣りしたいかなと。白カラーを今度はノーズではなくってヘッド、頭の方のアイで、ね、やりましょうね。ちょっとサイドのダートを使って見せる感じで、潮に乗せてはちょっと潮先端こう動いてるんで、潮に乗せ気味に営業を浮かさないようにヘッド側でいきます。もうそろそろ止まっちゃうけど、止まり気味なところにそこにいてるやつに完全にピン打ちで、なんやいけ、うわ当たった、よっしゃー、オッケー、完璧やね、よっしゃよっしゃ、完璧や、よっしゃー、狙い通りやね、狙い通り狙い通り、オッケー、ジョイントででかいね、いい方、でもちょっと足一本いい方やね、ええとこにおんね、おおこれはいいよ、この曲がりね、最初に本当にポーンとライン弾いてくんねんけども、その P ラインの重みを乗せてるだけで、このティップがいい感じで曲がってくれるのよね。足一本でしたけどね。80のね 80LML のいいティップの曲がり、スーッとやっぱりねラインの重さがもうティップにクッと乗っかってくる感じがあるんですよね。ブーティップ張りすぎるとなかなか当たりって分かりにくいんですけど、その中でもこの SVF のコンパイル X のこの張りのあるロットの中でもしなやかに作ってるんで、そのいい潮の流れからね、うまく溜まってるような場所にさっきパン当たってきたやつかもしれないですけど、いい感じで降雪ありますね。取れましたねこれ。
ちょうど言ってるように頭で浮かさんようにしてできっちり釣れましたね。狙い通りジョイントのこの頭の部分につけることでこう流れがあった時にこうグッと落ち着くんですよね。で横方向だとしながらグッとそこでエギをこうとどめることができるんですね。エギをとどめるんだけど後ろはこうずっと常にふわ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 としてるんですよね。それが多分思わずこうパッとね手を出してしまう動きだと思いますね。これがやっぱりそのアマラスのすごいところで、通常やっぱり潮に乗せてグッと重さを感じてグッと止めるとピタッと止めるかクッククックぐらいなんですよね。これがふわ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 動くっていうことはないんですよ。なかなか難しい。潮自分がこう誘導して動かせばこういう動きをしますけど非常に難しい。これが、このアマラスっていうのはピタッと止めといてあげるとシンカーしっかりピタッと止めといてあげると後ろがずっとこの流れでふわふわする。こういう潮の本当に当たる場所で滞留する場所でイカを待つくった。よっしゃ OK 連発ですね。またよっしゃいい感じですよ。これもまたいい感じですね。この曲がりね、この80のこのティップからのこの曲がりがねすごい狙い通りのこの潮で入ってきてますけど非常にいいですね。うわーいいね、面白くなってきたね。いい80の泥曲がり、いや素晴らしいですね。ちょうどいい感じでですね、そのブレイクとこう潮が当たってるところにスッと落としていって頭上げずにもうクリックでもう割とたわみを残した状態でスーッと振り気味に落としてる感じですね。アマラスのいいとこってねこうヘッドここの状態なんですけどまた触りましたね。よっしゃおい連発ですね。3連発すごいよ。よっしゃ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 うーでかい。これ一番でかいね。やばいね。この海域でこれはちょっとなかなかのもんです。頭を浮かす。おお食った。おお4連発やばいめっちゃおもろい。アマラスがっつりやばいっす。4連発です。ちょっと待ってや、4連発どこまで続くんだ。5連発いくんじゃないかこれ。まだイカいっぱいおるぞこれ。いくよ。やばいなこれ。ベイトについてんのかな。こうベイト目の前にめっちゃ溜まってんのかもしれんねこれ。潮の加減でね。でめちゃくちゃ目の前にこう溜まっててそれ捕食してる可能性もあんねこれ今。まだでも多分、フリーフォールというか動かしてから食ってますもんね。落としていく時はまだ全然なんですねこれずーっと最初に。フルキャストしてないんですけどそのブレイク手前のねブレイクのところにアクションして緩めて待ってたらスカーンライン持っていくんですよ。ちょっとビビるぐらいおるなこれ。4つ5つでは済まないですよ。相当面白い状態ですね。でもまだねこれ遠投してないからねちょっと潮変わりのタイミングなんですよね多分。ちょっと止まるかなっていう気はでこれまだ動き出したら来るんですけどちょっとでもね沖の深い側もねちょっと探っておきましょうね。ちょっと遠投しますね。沖側もう一段下沖側ね丁寧に落としていきましょう。合わせた時にベイトがラインに当たってぶっ飛んでくるぐらいベイトすごいですね。ここもベイト溜まってる。
ベイトがこんだけこう溜まってくるところについてるんやったら、多分まだまだ、これは面白いな。ちょっと。この、80の LML っていうその L のティップまで持っていったっていうのには、まあ、その、いろんな理由があるんですけど、まあ、本来今まではソリッド、柔らかいソリッドでしかできなかったかもしれないんですけど、この RT のこの中グラをその柔らかく作ることで、T ラインの重さをクッと乗せるだけでクッと重さを感じ取れるようなロッドになってきてるんですね。それにはティップの柔らかさもそうなんですけど、この、ロッド全体のこのバランスの良さと軽さですよね。ここまでね追い込んでくると、すごいいい、また食った。すごいいい動きがあるんで、今のブレークギリギリまでね流して持っていったら食いましたね、綺麗に。ちょうどねブレーキの際のとこに入れていってあげると、このティップの柔らかさっていうのはすごくやっぱり大事で、この時に、ね、バレにつながるバラさないっていう意味でもこの曲がりっていうのは、ね、初心者の方にもいいですし、そのやり取りっていうのはすごい非常にやりやすい。ずっと曲がっててくれるこのティップね、すごい頼もしい、いい感じです。いや5連発ですよ。ちょっと5連発ちょっとまずくないですか。もう今完全にしようと止まってます。もう横抱きですね。7連発や。やば。ちょっとどうなってんのこれ。オス来ました。足動き出してんな。食うわまだこれ。あー食った。ほら。超楽しい。どういうことここ。どうなってんの。どうなってんのこれ。どうなってんのさこれ。そんなにジョイント大好きですか。青マラスそんなに好きですか。8連発です。うわ来た。9連発止まったな。ラスト1投戻りましょうか。9連発で終わりました。よっしゃ OK。 よっしゃきれいにブレーク入っていったね。いい曲がりしてるよね。このねソフトなリップがきれいにこうねいなしてくれる。これでかいよ。オッケーでかいね。これはええぞ。いいオス。アマラちょっと 3.5 に変えましたけどね、シルエットがあまりにもちょっと安定しないんで、手前のブレークスーッと入っていったらラインさっと持っていったね。いい感じ。これなかなか取れんで。いや三陸こんなんいますか。もうちょっと時代が変わってきましたね。ね、アオリイカの時代が変わってきました。そのやっぱこう波あったりこういろいろバシャバシャバシャしてても、このヒップの柔らかさでねうまくかわして
いい感じだったね。初めての三陸ですね。来てみた感想としてはイカが思いのほか濃いかな。またこれよりさらに北も目指していろんな場所にいて釣りをしたいと思います。今日はお疲れ様でした。